プロテインは飲めば飲むほど筋肉になる。多くの人がそう信じています。でも、ある量を超えると、追加の 1g も筋肉には変わりません。その境目は体重 1kg あたり1日およそ 1.6g。この線を超えて飲んだプロテインは、そのほとんどが体の外へ捨てられていきます。大きな袋のプロテインを常に切らさないようにして、トレーニングの後に1杯足りないより多めに。その気持ちはとてもよくわかります。でも、その多めが報われていないとしたら、シェイカーを振り、1日に何度もプロテインを流し込む。その熱心さの結構な部分が、実は排水口に流れているのかもしれません。今日はその正体をはっきりさせます。筋肉を作る力には、コップのような縁があります。縁までは注ぐほど満ちる。でも超えた分はただ溢れて流れ落ちるだけ。問題はその縁がどこにあるのかです。この動画ではその縁の位置を3つの角度から確かめます。たくさんの研究を束ねた分析、体の中の材料工場の仕組み、そして余った分が捨てられる体の反応、すべてが同じ一点を指します。まずは体が本当に必要とする量から始めましょう。第1章、そもそもどれだけいるのか。ここを知らないとコップの大きさがわかりません。健康を保つために最低限進められる量は体重 1kg あたり1日 0.8g、60kg の人ならおよそ 48g です。まずはこれが土台になります。タンパク質は筋肉や肌、髪を作る材料です。細かく見るとアミノ酸という小さなレンガの集まり。体はこのレンガを組み替えて自分の筋肉を少しずつ立て直しています。筋トレとは言ってみれば筋肉をわざと壊す作業です。運動で筋肉に細かい傷がつく。体はそれをレンガで直すとき、次はもう少し耐えられるように前より少しだけ強く作り直します。だから鍛える人は土台の 0.8g より多めのレンガがいります。ここまでは誰も反対しません。問題はその先、2倍か3倍か、それとも多いほどいいのか。ここで答えが大きく割れました。ボディビルの世界では体重 1kg あたり 3g、4g ととにかく多く取るのが常識でした。多く取るほど筋肉は大きくなる。このもっともらしい思い込みを科学が正面から検証します。その混乱に決着に近い答えを出した研究があります。第2章、49の研究が引いた1本の線。ここが今日の一番の山場です。一つの実験だけではたまたまの結果かもしれません。そこで使うのがメタ分析という方法。たくさんの実験をまとめて計算し直し、一つの大きくて確かな答えを取り出すやり方です。2018年、カナダのロバート・モートンらはこれをやりました。集めたのはきちんと比べられた49の実験。参加者は合わせて1863人。個人の感想ではなく大きな数の力で線を引いたのです。一つ一つの実験の中身はシンプルです。筋トレをする人を2組に分ける。片方はプロテインを足し、もう片方は足さない。数ヶ月後、筋肉と力がどれだけ増えたかを比べまして。結果、プロテインを足した組は確かに筋肉が増えまして、ただし足さない組との差は平均でおよそ 0.3 キロ。数ヶ月頑張って握り拳一つ分ほどというのが正直なところです。もちろん 0.3 キロでも価値はあります。問題はその次です。では、もっと取ればもっと増えるのか。研究者は取った量と増えた筋肉の関係を1枚のグラフに並べてみました。すると、はっきりした境目が現れました。体重 1kg あたり 1.62g。ここまでは取るほど筋肉も増える。でも、これを超えるといくら足しても増加はピタリと止まったのです。グラフにすると線はきれいに寝てしまいます。1.6g までは右肩上がり。ところがそこから先はまっすぐ横ばい。飲んでも飲まなくても血管が変わらない平らな土地です。誠実に付け加えます。この線には少し幅もあります。頭打ちの目安は 1.6g ですが、研究によっては 1.0 から 2.2g の間でばらつく。それでも上限があるという結論だけは揺らぎませんでした。面白いのは、この 1.6g が最低ラインのちょうど2倍だということ。体に必要な最低量の2倍まで来たら、そこがもう縁、3g、4g はコップの外へこぼしているだけなのです。増えるのは大きさだけではありません。持ち上げられる力もプロテインで少し伸びまして。ただし、その上乗せも平均で 2.5 キロほど。そして大きさと同じように、やはりある量で頭打ちになります。でも、なぜ止まるのでしょう。
飲んだ分だけ体に溜めておければいいのに。第3章、なぜ溢れた分は捨てられるのか。コップの縁の正体に迫ります。筋肉を作る工場は一度に動ける量が決まっています。材料をどっと運び込んでも工場の処理速度は上がりません。ベルトコンベヤーに乗り切らない材料はただ行き場を失うだけです。この工場のスイッチはある量のレンガが届くとオンになります。でもその先が大事。レンガを2倍、3倍に増やしてもスイッチが2倍強く入ることがないのです。一度入ればもうそれで満杯。行き場をなくしたタンパク質は筋肉には回りません。一部はエネルギーとして燃やされ、残りは細かく分解されておしっこから出ていく。これが溢れて流れ落ちるの中身です。つまり余分なプロテインは高いお金を出して燃料か排水に変えているようなもの。まだ足りないかもしれないという不安が静かにあなたの財布を削っていきます。とはいえ、こう思うはずです。じゃあ結局いくら飲めばいいんだと。第4章ではいくら飲めばいいのか。あなたのコップの大きさを具体的な数字にしていきます。目安は体重1キロあたり 1.6 から 2.2 グラム。少し幅を持たせて上限まで見ておけば十分です。体重ごとに1日の量を出すとこの表のようになります。ここで一番大事なこと。この数字はプロテインの粉の量ではなく食事も含めた1日の合計です。肉や魚、卵や豆にもタンパク質はたっぷり入っています。例えば鶏胸肉 100g でおよそ 23g、卵1個で 6g。普通の食事を3回摂るだけで土台は意外と埋まっています。足りをなえばいいのです。1回に 30g しか吸収されないという話もよく聞きます。でも多めに摂った分を体がゆっくり使うことも分かってきました。だから神経質に小分けにする必要はそこまでありません。もちろん個人差はあります。減量中で食事を減らしている人や高齢の人はやや多めが安心という報告もある。でも多いほど筋肉という話だけはどこまで行っても成り立ちません。49の研究を束ねた分析。オンかオフしかない工場のスイッチ。そして余りを捨てる体の反応。序章で約束した3つの角度が全く別の道から同じ一点を指しました。筋肉になる量にははっきりとした縁がある。この話の本当の値打ちは節約ではありません。まだ足りないかもしれないという終わりのない不安からあなたが降りられるということです。縁の位置を知ればもう際限なく注がなくていい。あなたのコップはきっと思っているよりずっと手前で満ちています。次にシェイカーを振るとき、それは足りない分を補う一杯でしょうか？それともただ溢れさせるだけの一杯でしょうか？答えはあなたの体重と今日の食事が知っています。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。